細胞がソースエネルギーと直結しているっていうお話を、こんな物語のイメージが湧いたんで、自分が国王だと思ってください。国を統治してる国王で、自分の60兆ある細胞の一つ一つがその国を支えるパワーを生み出している部下たち。国王がいて国を守る部下がね、だから60兆人いるんですよ、部下が一国につき。で、細胞と呼ばれる部下は何やってるかっていうと、自転車漕いでると思ってください。自転車を漕ぐことでその国が平和に保たれるエネルギーを発生させてるんですよ。細胞 A、細胞 B、細胞 C みたいな感じで60兆もいるんですよ。で、一生懸命漕いでる。で、漕ぐことでその動力が発生して国のエネルギー源になってる。要は身体的なパワーってことです。発電してるんですよ、これで。で、国王が深呼吸してすごい肩の力抜いてリラックスしてくれているとき、60兆の細胞 A、細胞 B、細胞 C は国王のもっと先にあるソースエネルギーと直結をしているんで、国王がそのままリラックスしていてくれたら、細胞のその一個一個はソースと直結した動きが取れるんですよ。だからルンルンしながら隣の細胞に話しかけながら、今日も平和だねみたいな感じで発電できてる。自転車漕いでめっちゃ頑張って発電してエネルギーを発生させてるわけね。国王が寝ている時と、あと深呼吸してくれている時と、すごくルンルンしてくれている時とか、瞑想してなんでもいいやーってこう肩の力抜いてくれてる時とか、もうこういうタイミングは細胞たちは何の邪魔もなく軽々にルンルンって言って自転車漕げてます。ソースとのエネルギーが直結できてるからですね。で、ここでなんと大事な国王が、その後ろに副大臣がある日現れた。エゴキンマンです。エゴキンマンが国王を騙すわけですね。オタクの部下たち動きが悪いよみたいな。そんなんじゃダメでしょ。バカバカバカ、もっと早くやらせないとみたいな。国王洗脳されちゃいまして。そしたらリラックスして深呼吸してた国王がいきなり大暴れしだしたわけですよ。もうやばいぞお前たち、そんなんじゃダメだダメだダメだって大暴れするもんだから、ルンルンして自転車漕いでた細胞 A も細胞 B もソースとの直結が断たれてしまって、でももっと発電はちゃんとし続けないと生命が断たれてしまうから、頑張って元に戻ろうとはするんですけど、いつもの倍働かなきゃいけなくなるわけですね。国王が今日もまた暴れ出したぞみたいな。おい、深呼吸してリラックスしてくれてよみたいな不穏な空気が国中に漂ってしまって、細胞たちはどうするかっていうと、不穏なものがずーっとこの国に漂ってたら国が崩壊しちゃう。要は死んでしまうから、今度はソースと直結もできてないのにすごい馬力でその不穏なエネルギーを外に出して元に戻ろうと頑張るわけですね。もっと動いてもっと動いてもっと動いて元に戻ろうみたいな。熱出てる時とかこういう状況が起きてるわけですよ。何か外に出さなきゃいけないものを熱を使って出すために細胞がすごい知性を持って動いてくれたおかげで熱を出してバランスを取ろうとしてる。だからそういうタイミングでは国王は本当にゆっくり寝て、辛いけどもうちょっとで治るかなみたいなぐらいでいいのに、なんで熱このタイミングで出んだよみたいな、下がれよ下がれよとかってまたやるもんだから、もう勘弁してくれよみたいな。細胞たちも邪魔しないでくれよみたいな。もうすぐ黒い煙が外に出たのにみたいなね。だから細胞たちは国王が邪魔しなければすごい働きをしてくれるんですよ、活発に。でも国王が副大臣の言うことを聞いて暴れ出したりすると、もういつもの3倍速4倍速で自転車を漕がなきゃいけなくなるんで、もうめっちゃ疲れるんですよ。で、細胞 A とね細胞 B は超仲良しでね、いつも隣同士でねコミュニケーション取りながら楽しく自転車漕いでたわけ。今日も楽しいね、国王は今日も機嫌がいいね、いいエネルギー今日も発生できてるねみたいな感じでやれてたのに、その不穏な空気が漂い始めて、よし頑張るぞって言ってまた声かけ合って自転車漕ぎ出して、そしてさらにまた大暴れしだす。こんなんじゃダメだろ、もっとやれよ。もうそれが1週間も続いたら、なんとですね、隣を見たら細胞 B が死んでいた。大好きだったのに細胞 B が力尽きてしまった。そんなことが起こってるんですよ。悲しいみたいな。なのでこうやって細胞が攻撃されてしまってるわけですよ。でも何も邪魔しなければ国王が素晴らしい知性を持ってソースと直結して身体のバランスを取り戻してくれます。なので国王に決定権があるので、これ大事にしてください。60兆の部下たちを。
めちゃくちゃ有能です。あなたがエゴキンマンの副大臣の言うことを聞いて暴れ回るとですね、細胞 B が死にます。そして細胞 A が悲しみます。で、この点で考えてみてください。60兆の細胞を従えてる完全なる司令塔の国王、あなたなわけですね。トップオブトップ。60兆も従えてる。だから、いつも質問する側っていう観点じゃなくて、60兆のトップオブトップ自分だから、細胞から質問されてると思ってください、いつも。そして質問に答える立場。だから、国王今ちょっと熱を出して余分なものを外に出していこうと思います。よろしいですね。質問されてると思ってください。答えはもう、イエス、イエス。質問に答える立場だし、決定する立場ですね。で、その決定はとても大事にしてください。60兆を動かしますから。すごいでしょ。一人の存在が肉体持ってここにいるって思いがちだけど、全然違う。60兆一個一個も別存在、本当は。別存在で、私っていうこの肉体を構築してくれてるし、エゴっていうエゴキンマンだって別存在。だから、物語みたいなことが起こってるわけですね、体の中に。でも、すごいのが、全部の決定権は私が持ててるっていう、ここの立場にいるってよくな。エゴキンマンが決定権も持ってません。アドバイスっていうか、囁きしてくるだけで、その意見を採用するかしないか国王が決めれるし、60兆の大事な民、部下たちにどういう指令を出すかも自分で決めれる。漫画にしてくれたらもっとわかりやすいな。そんな感じでイメージしてみてください、今みたいな。細胞 A、細胞 B、細胞 C が一個一個が存在として命を持っていて、60兆の命がソースと一つずつ直結してものすごい知性を持って私の身体を動かしてくれている。私のやることはリラックスして彼らのコミュニケーション、ソースと細胞のコミュニケーションを邪魔しないことだっていう。ずっとお腹痛いのを受け入れていればいいのか、やめるというのか。お腹痛くなる理由があるはずなんですよ。身体のバランスを取ろうとしてお腹痛いっていう症状が出ているだけなんで、コミュニケーションちょっと取ってみてください。それをダメって、嫌だってもちろん思うことも許可するんですけど、何かバランスを取ろうとしてそれをしてくれてるわけなんで、今日はそんなこんなで健康の瞑想というエイブラハムの皆さんをウェルビーイングの自然なリズムに整えてあげられるチャンスを嬉しく思います。皆さんの知的な身体は何兆もの細胞でできていて、その細胞はいつも調和とバランスを探し求めています。どんな病気でも身体的な不調でも細胞レベルで始まります。でも細胞はもともと健やかで活発でいようとするものなのです。どんな日でも細胞は毎日高度で絶妙なレベルでバランスを取り戻そうとしていますが、ほとんどの人は身体細胞のパワーと知性に全く気づいていません。細胞が常に自分を再調整しバランスを取り戻そうとするプロセスは細胞のコミュニケーションの上に成り立っています。細胞同士のコミュニケーション、そして細胞の物質世界の面と見えない世界の面の波動のコミュニケーションです。ネガティブな感情を抱くと細胞のコミュニケーションが邪魔されます。物質世界の身体はとてもしなやかで、コミュニケーションが邪魔されても主要なバランスを維持するように進化していますが、
いつも不安だったり怒っていたり落ち込んでいたりすると、身体的なウェルビーイングの低下という形で現れます。気分のいいものに関心を集中すること、それが細胞のコミュニケーションを邪魔せず、元気で活発な身体を生み出す最善の環境を作る一番効果的な方法です。手のひらで自分の身体をじわーっと撫でていきましょう。そして深い深呼吸を続けていきます。今日の私のお気に入りのワンシーン。今こうして身体の細胞についてみんなで感謝を向けれていること、お昼に食べたごまラーメンがすごく美味しかったこと、夕方に書いたブログで感動して涙が出たこと、あなたの今日のお気に入りのワンシーンは何でしたでしょうか。
それでは今日もこのまま素敵な夢を。おやすみなさい。